はい、こんにちは、低音振動です。今回はですね、メジャーペンタトニックスケールについてやっていこうと思います。でこのメジャーペンタトニックスケール自体は、すごい有名なスケールで、ソロとか何かやろうと思ったら、とりあえず最初メジャーペンタトニックとかマイナーペンタトニックになると思うんですけど、それがゆえに、このインターネット上ですごいいっぱい情報があって、ちょっと僕も目通したんですけど、逆になんかちょっと分かりづらく書いてることが多いのが僕の印象でして、でここで僕がちょっと分かりやすく説明しようと思います。で説明しながら練習方法、ベースラインを弾きながら練習できる方法まで紹介しようと思います。ということで行ってみましょう。でまずメジャーペンタトニックスケールの基礎知識なんですけども、このペンタトニックっていうのはこのギリシャ語で5って意味なんですね。だからペンタトニックスケールっていうのは5つの音から成り立っているスケールのことをペンタトニックスケールと言います。で、ペンタトニックスケールって言っても結構いろいろ種類があって、だから5音で構成されているスケールは全部ペンタトニックになるんで、僕たちがここで今回やるのがメジャーペンタトニックスケールですね。で、メジャーペンタトニックスケールを覚えるのに一番簡単な方法はメジャースケール、このドレミファソラシドですね。今 C で弾きますね。レミファソラシド。これのですね、ファとシ、4度と7度を抜けばメジャーペンタトニックスケールになります。ドレミソラドですね。で、この4度と7度を抜いてるんで、別名ヨナ抜き音階と言いますね。4度の4と 7度の7ですね。ヨナ抜き音階。だから日本語ですね。で、このスケールで作られている音楽、メロディーっていうのは、もう本当に古今東西、ヨーロッパからもう全人類みんな大好きなスケールで、もう散々ありますね。民謡とかでも、日本の民謡でも使われてますし、で有名なやつだと、例えばアメージング・グレイスとか、あとビートルズのレッド・イット・ビーとか、他にも民謡の桃太郎とか、もう夕焼け小焼けとか、もう本当いっぱいあるんですけど、蛍の光もそうですね。とりあえず覚えてほしいのが、メジャーペンタトニックスケールはメジャースケール、ドレミファソラシドから4度と7度をなくしたものです。はい、じゃあ次、メジャーペンタトニックスケールを指板で確認しましょう。でここで準備しているのが、指板の形2個準備してるんですけども、1個目がこのさっきやったやつですね。でここで重要なのが、この図書いてあると思うんですけど、 R っていうのが、ルートの R ですね。だからここだと C メジャーペンタトニックやってるんで R で、レが2、ミが3で、今回弾かないですけど4度がファっていう風になってます。だからドレミファソラシドが1234567で、またルートになるって感じですね。でこれを常に意識することがすごい重要で、例えばベースラインとかやってても、作ろうと思ってもメロディーでも何でもいいんですけど、結局このどの度数で自分が弾いてるのかっていうので分かってないと、いいベースラインとかメロディーが弾けないんですよ。だからこのメジャーペンタトニックスケールに限らず、どのスケールやってても自分がどこを何度の音を弾いてるのかというのを意識するように練習してください。はい。で次が指板の形2なんですけども、でまたさっきこっちだとね、また C でやると、ここから、A 弦の3個目、3フレットから1234561で、この形とは、例えば一番下の最低限 A とかで弾いたら、もうこれ最初の形では弾けないんで、この形になりますよね。1234561で、この形2つ覚えてれば、どこでもこの形をどっちかを使えばどこでも弾けるようになるんで、例えばこっちの C だったら、当然ですけど、ここで弾けるじゃないですか。ね。でも A メジャーペンタトニックスケールでもこう弾けるじゃないですか。ね。でこのままオクターブ上に弾きたかったら、またこの指板の形1使ってもいいし、
に使えば12356までいけるし、っていう感じで、この2つの形さえ覚えれば、オクターブ上もいけるし、他のキーでも弾けるしってことですね。だからたまにあるじゃないですか、その指板でいろんなとこにこれがここでバーってもう書いてある絵とか、あれだともう何が重要かよく分かんないんで、だからこの2つの形をしっかり練習して、自分が今どの度数を弾いてるのかっていうのを常に意識して練習するってことですね。はい。それで、またもしメジャーペンタトニックスケールとかについてちょっと調べたことがある方なら読んだことあると思うんですけど、このメジャーペンタトニックスケールとマイナーペンタトニックスケール、例えばこの C だったらこれやったじゃないですか、さっき。でこの A から弾いたらマイナーペンタトニックスケールになるよみたいなね、合ってるんですけど、これはですね、覚え方が音使いも一緒で合ってるんですけど、結局メジャーペンタトニックスケールとマイナーペンタトニックスケールってこの平行調だ、 C メジャースケールと A マイナー A ナチュラルマイナースケールって音使い一緒じゃないですか。あれと同じこと言ってるんですけど、結局は別なんですよ。それなんで、今回はメジャーペンタトニックスケールはメジャーペンタトニックスケールで覚えて、マイナーペンタトニックスケールはマイナーペンタトニックスケールでまた別の話なんで、結局音使い一緒ですけど結局別なんで、だからそれ分かってれば別にいいんですけど、その初心者であまりそのペンタトニックスケール最初に習った段階でマイナーペンタトニック C メジャーペンタトニックと A マイナーペンタトニックは一緒だよみたいなのを聞くと、もうなんかよく訳がなってくるんですよね。なんでこれ音一緒なのに名前が違うんだろうとか。でこれに関してはマイナーペンタトニックはまた別の動画でやろうと思うんで、その時にまた話そうと思います。はい、じゃあここから実際ベースを弾いてみようと思うんですけども、さっきやったやつですね。で今回やるのがこのコード進行、下に出てるやつでやっていきます。じゃあ実際弾いてみますね。はい、でさっきやったのが、コード進行出てると思うんですけど、 C メジャーペンタトニックスケールから1度ルート5度6度5度6度でまた上のオクターブ上のルートに行って、ここから下がっていく感じです。ルート6度5度3度2度1度、この時も常に自分で意識するんですよ。この1度5度6 5度6 1 6 5 3 2 1っていう風にやっていきます。で次コード進行はコードが、F になるんで、F でまた同じことやればいいんですけど、 F が今度はルートになるんで F でルートで5度6度5度6度1で、次が、G がルートですね。でまた C というのがこのさっきやったベースのパターンです。でこれをとりあえず練習してですね、だからさっきやったの今は指板の形1でやってますけど、指板の形2でやっても1度5度6度5度6度1ドゥンドゥン、いいですね。だから他のところでもやっていいし、ね、で iReal Pro っていうアプリがあって、でそれ使えば僕さっき作ったやつ、さっきトラック作ったやつなんですけど、こういうふうにキー変えられるんですね。さっき C だったんですけど今 E になってるでしょ。だからこれでキー変えてまた同じことを練習してもいいです。だから E だったら一番 E 弦の一番最低弦いいじゃないですか。これで15656
A に行くんで、ここからね、こうやれば全部キー変えればできるんで、練習できるんで、でこの iReal Pro っていうアプリすごい便利なんで、ぜひ別に僕は儲からないですけどね、これ売っても。なんでちょっと有料なんですけど、買って練習した方がいいと思います。このファイル概要欄に貼っておくんで、ダウンロードして使えるようにしておきます。はい、ということで今回メジャーペンタトニックスケールについて説明と簡単な練習法を紹介しました。でこの動画がですね、役に立ちましたらいいねとコメントもしてもらえると本当嬉しいんですけど、あとチャンネル登録も最高に嬉しいですね。でそれをしてもらえると僕もやる気出るんで、ぜひともよろしくお願いします。それではまた。